快と共に生きることを選択したナウシカ。その後植物による腐海の浄化が急速に進んでいった。ナウシカは気づいていた。きれいな空気の中では腐海ありきで生きる生物が絶滅してしまうことを。これが旧人類による人類再生計画。地球の毒を浄化した後に協調性の高い人類を誕生させ、争いのない文明を築こうとしていたのだ。しかしこの計画には環境づくりのために人手が必要だった。時が満ちた時、バックアッププログラムが起動。人工生命体が伝説の人と称えられたナウシカの意識に呼びかける。北の大地にある人類再生工場の存在を明かし、そこに新人類の生きる道が残されていると。こうしてナウシカは地球のあるべき姿を追い求めて旅に出る。北の人類再生工場を目指すナウシカ。道中、虫に襲われていた村人を助ける。村長に言い伝え通りだと神器である守り石を託される。旅をすること1ヶ月、ついに工場に到着。そこにホログラムの本体管理者がいた。再生計画を手伝うかという問いにナウシカは、高度な文明を持つ人間の復活は再び地球環境を脅かす存在になるのではないか。管理者は計画への脅威とみなし、ナウシカを監禁しようとするが、守り石の不思議な力により施設を機能停止に追いやる。ナウシカはここが人類再生工場ではなかったことに気づく。これは単なる時間稼ぎ、ナウシカを風の谷から引き離すための策略だったことを知る。風の谷への帰路を急ぐナウシカだったが、まずは守り石を返しに村へ立ち寄った。失われた村と呼ばれる辺境の地で暮らす人々。村長から言い伝えの続きを聞かされる。伝説の人が次に向かうべき場所は賢者の祠だという。守り石を返そうとすると、守り石はもうあなたのものだ。風の谷に戻るには遠回りになるのだが、直感に従い祠に立ち寄ることにしたナウシカ。伝説の人を見送る村人たち。止められないの？もう止められないの？ああ、言い伝え通りになる。我々はそれを見守ることしかできないんだよ。賢者の祠は村人は決して近づかない場所。立ち入った者は4日で亡くなってしまうという呪いの祠だったのだ。ナウシカが風の谷への帰りを急いでいた頃、谷は大きく変貌していた。今は亡き管理者は以前ホログラムの姿で人類再生計画を進めていた。近隣の村に生き残るためには人類希望の種を植えることだと呼びかけた。絶えず風が吹き、腐海の影響が少ない風の谷は植物を育てるのに最適な場所だった。管理者がナウシカを谷から遠ざけたのは、その指導力を脅威に感じたからだった。風の谷の村人は抵抗したが、数に勝る侵略者に制圧された。植物はすぐに大木となった。その役割はこれから生まれる新人類のために大地を住みやすい環境にすること。別名開拓者の木。巨神兵たちが大きく実り始めていた。ナウシカが賢者の祠に入ると、大きな岩が祀られていた。意識が遠のく。頭の中に岩が記録してきた映像が流れ込んでくる。それは人類進化の過程、地球環境を大きく変えてきた人類の歴史だった。この膨大な情報を共有したことにより、体に大きな負担がかかり、人は4日ほどしか生きられない。ナウシカはそれを理解していた。目覚めた時にはすでに1日経過していた。しかし岩の記憶から近くの村にガンシップがあることを知り、村に立ち寄り風の谷まで送ってほしいと願い出た。村人たちは素直に要求に従った。祠に入ると腕に刻まれる呪いの刻印。村では祠に立ち入った者に
寄り添うしきたりがあった。ナウシカは風の谷へと急いだ。ガンシップで風の谷に到着。その光景に言葉を失うナウシカ。村は緑に覆われ、幼い巨神兵が歩みを始めていた。人類再生計画では植物による腐敗の浄化を進め、新人類が生息できる環境が整ったら一度リセット。昔の生態系を再現しようというものだった。火の7日間戦争のように大地を全て焼き尽くす。それが開拓者という名の巨神兵たちの仕事だったのだ。ナウシカはガンシップで攻撃するものの、完全体になる前の巨神兵たちは村から3の海へと進行する。そこにかろうじて生き残った巨大昆虫たちが集結して、命がけでその行く手を阻んだ。そして辛くも戦いに勝利する。そこでナウシカは目覚めた。ナウシカは賢者の祠にいた。腕には呪いの刻印。ここで見せられたのは人類の歴史とこれから起こる未来の出来事。古い言い伝えはこの祠に立ち入った者たちの体験談だと悟るナウシカ。近隣の村で協力を要請して村の若者が操縦する強化型ガンシップで風の谷へと急いだ。雲の上、風の中でナウシカは考えていた。開拓者という名の小柄な巨神兵の役割について。わずかに残った生物のために再び大地を焼き尽くす必要はない。それよりもセラミックで覆われてしまった現在の土壌を耕し、本来の大地に戻すことが目的なのではないか。ナウシカはまずは開拓者の目的を探ろうと心に決めるのだった。すると突然、呪いの刻印が光り出す。人類が誕生するはるか昔、巨大隕石が地球へと衝突。その影響で地球環境が激変。恐竜の時代が終わり、生き残った小さな哺乳類が人へと進化していった。この巨大隕石の中心部分が賢者の祠に祀られていた巨石だったのだ。この巨石はここで人類を記録し、時に干渉してきた。例えば石器時代に存在した鉄のナイフ。これは鉄を多く含む巨石のかけらから作られたものだった。こうして鉄を知り、文明を築き始めた人類。その後、高度文明が地球環境を大きく変えてしまった。巨石はそれを脅威に感じ、火の7日間戦争を起こすきっかけも作った。しかし人類は再生しようとしている。再び火の7日間を、世界を焼き尽くさねばならない。風の谷の上空に到着したガンシップ。開拓者は動き出す直前だった。うごめく生まれたての巨神兵たち。呪いの刻印の光が増し、ナウシカをコントロールしようとする。ナウシカはガンシップの手法のトリガーに手をかけた。これは賢者岩の策略。ナウシカに攻撃させることで、巨神兵に現存する高度文明を認識させて、生まれくる新人類の脅威を排除させる。再び火の7日間を起こそうという計画だった。ナウシカは抵抗を続けた。守り石が光っていることに気づき、捨てることで何とか抑えることができた。守り石は賢者岩のかけらだったのだ。風の谷へ降り、巨神兵のもとへと向かうナウシカ。そこに管理者のホログラムが現れる。伝説の人よ、助けてください。管理者が語り出す。私は一時的に機能停止していただけです。私の使命は地球の環境を整えること。開拓者を使ってインフラ整備を行うのが主な仕事です。しかしプログラムの変更がありました。ナウシカが管理者と出会った時、守り石を通して賢者岩がプログラムを書き換えたのだ。火の7日間、地上を焼き尽くす攻撃を私が許可したことになっていて、自分では止められないのです。あとは強力な高度文明の攻撃がトリガーとなります。開拓者は生まれて3日で最終形となり飛べるようになります。そうなれば世界中を飛び回り繁殖し破壊し続けるでしょう。しかし上空に待機していたガンシップのパイロットが攻撃を始めてしまう。伝説の人よ、私を止めてください。ナウシカに残された時間はわずかだった。巨神兵の攻撃によりガンシップはあっという間に墜落した。
ただならぬ殺気に森に住むわずかに生き残った虫たちが山の海に集まり始めていた。ナウシカは倉庫に向かった。覆いを外すとそこにはメーベが。老朽化で飛行が安定しなくなり長い間放置されていたメーベ。しかし急いで再生工場へ向かうにはこの方法しか残されていなかった。命と引き換えに得た高度文明の知識で片道を飛行できる最低限の調整をして火を入れる。大きく振動する機体。お願いメーベ、もう一度だけ力を貸して。祈るようにメーベに語りかける。突然大空高く舞い上がるメーベ。眼下には虫たちと交戦する巨神兵の軍団。余命1日となったナウシカは再生工場へと急いだ。失われた村。G、賢者の森から火が出てる。ああ、運命の人が火の7日間を防いだ。予言通りじゃ。これで怖いことは終わったの？いや、古い言い伝えの締めくくりは空からの審判者消え去りし跡、再び空から新たな審判者現れ、小脇竜たちの時代のように暗く長い冬の時代を迎えるだろう。行こう。昔の人が作ったシエルタに。長い冬に備えてたくさんの食べ物を用意しておかなければいけないんじゃよ。エーダムとイベもおいで。手伝っておくれ。